はい。では今から、マサボーが東京で選び抜いてきた和菓子4選、4つの和菓子屋さんから買ってきたお土産スイーツを爆食していきたいと思います。結構ずっしり重い感じの栗まんじゅうです。こちらも栗がしっかりと詰まって、その周りに白あんですね。いただきます。こちらはちょっと刺してかじっていきましょうか。美味しい。栗の甘さもしっかりして、この白あんと相性がいいですね。でこの皮がすごい薄くて、本当にあんこと栗を食べてるといった感じですね。で甘いものにはブラックコーヒーということで、今日も安定のブラックコーヒーを一緒にいただきます。最初の和菓子としてはいい出だしですね。美味しいです。青野さんの豆大福と比べると重量も大きさも2倍ぐらいありますかね。値段はほぼ同じですけども、すごい重量してます。こちらはこしあんですね。こんな感じでとろっとしたこしあんが入っています。すごく柔らかいお餅ですね。ちょっと購入して時間が2日ほど経ったので、冷凍して、自然解凍しました。ちなみに見比べてみると、赤坂青野さんは、こんな感じですね。豆が餅にかなり吸い込まれている。で、岡野栄泉さんは豆は少ないんですけれども、大きさは倍ぐらい、そして、こしあんといった特徴があります。はい、ではちょっと手でいただいちゃいます。いただきます。これはこのあんがよくこされていて、つるっと喉に入っています。優しい甘さっていう感じの美味しい大福です。これはおすすめですね、岡野さん。本当にお餅も柔らかくて、こしあんも滑らかで、優しい甘さの美味しい大福です。はい、どうでしょうか。こんな感じですね。こちらは粒あんですけど、割とこしあんに近い粒あんといった感じです。割と生地は白っぽい生地ですかね。焦げ目も少ない感じで、隣にある荻野さんのどら焼きと比べても割と焼きは浅めの感じです。ふんわりした生地ですね。でこちらも先ほどの大福と同じようにあんこ自体の甘さが優しい甘さになってます。老若男女好きな甘さ控えめのどら焼きといったそんな感じですね。これは美味しいですね。はい、残り4分の1はちょっとアレンジしたいと思います。これだけでも十分美味しいんですけれども、少しこの純ココアをかけて、はい、それからシナモンもちょっと振ってみましょう。体にいいですからね。ちょっとアレンジどら焼きになりますけれども、いただいていきたいと思います。よいしょ。どうでし
しょうか。和と洋の融合ですね。いただきます。まず純ココア、純カカオでもいいんですけれども、チョコレートの味がこのあんことマッチしていて、一気に和スイーツが和洋折衷スイーツに変わりますね。それからシナモンも後から効いてきて非常に美味しいです。この食べ方はおすすめです。もちろんこの素材そのものでも十分に美味しいので、何個でもいけちゃうどら焼きですけれども、少しアレンジして食べるのも楽しみの一つです。はい、断面はこんな感じですね。そうです。しっかり銅板ですかね、目の前で焼かれていました。そしてこの小豆も薄いなんていうんでしょうか、茶色といったような特徴的な色合いをしています。値段は470円ということで、この中で一番高級などら焼きになっています。4分の1そのままいただきます。なるほど。まずこの生地ですね。生地がほんとふっかふかです。口に入れた瞬間にふわっと、なくなるような、それぐらいの軽さです。でこの小豆自体もすごく軽い感じで、こちらも口の中で溶けていくような感じさえします。甘さも先ほどの岡野栄泉さんもそうでしたけども、より甘さ控えめというか優しい甘さの小豆で、最後飲み込んだ後に小豆の独特のなんていうんですかね、味わいがふわっと残る感じ、いい意味でですね。はい、すごく美味しいですね。まとまり感があるというか、話題になるだけのことありました。ちなみに平日のお昼過ぎに、ちょうどお昼頃ですかね、買いに行きましたけども、行列もなく、普通に買うことができました。非常に美味しいです。これは美味しい。じゃあ同じようにこちらも、少しアレンジをしていただいてみましょう。じゃあこちらと少しアレンジしたどら焼きいただきます。このカカオのチョコレート感が小豆と本当によく合いますね。とっても美味しいです。美味しい。はい、ということでこちら、岡野栄泉さんのどら焼きと、こちら赤坂小木の和漢さんのどら焼きですね、食べ比べてみました。もう甲乙つけがたいですね。どちらも、美味しい。生地も美味しいし、あんこも美味しいといった感じで、どちらも素晴らしい和菓子に仕上がってます。どちらもおすすめです。これは割と小ぶりなサイズですね。大福にしてみると、豆が結構お餅のとこに、一緒に練り込まれてたくさん入ってる感じです。小豆は失礼しました、粒あんですね。
はい。じゃあいただきます。だいぶ小ぶりな感じですね。一口でいけちゃいますけど、もったいないんでちょっと半分かじってみます。なるほど。こちらの先ほど食べた岡野さんの大福の小豆はこしあんですごく口の中で溶けていくような小豆でしたけどもこの赤坂青野さんの小豆は、粒あんなのでしっかり粒感を感じるという感じですね。ただ甘さは割と感じる、大福になってます。お餅は柔らかくて、非常に美味しいですね。なるほど。こちら豆感を感じたいという方はこの青野さんの大福おすすめです。周りの豆と中の粒あんの豆、これがダブルで感じる大福ですね。ただ甘さが結構あるので甘党さんはこちら、そして、甘さ控えめな大福がお好きな方はこちら岡野さんといったような感じですかね。はい、続いてはこちら、赤坂青野さんでは定番の赤坂餅という、商品です。こちらをいただいていきます。この優しいきな粉のと思いました。蜜はなんかこのお餅にもう練り込まれてるんですかね。はい、ではちょっといただいていきます。なるほど。好きなお餅ですね、これは。中にまず感じたのがくるみが、中に入ってますね。それを噛んだ食感がして柔らかいお餅がくるみを包んでいるっていう感じでしょうか。でこのきな粉が相まって、甘さはしっかりあるものの嫌な甘さじゃないですね。素朴な味がするお餅です。美味しいですね、これ。さすが定番商品だけあると思います。じゃあ2つ目もいただきます。これは黒蜜的な味も、ちゃんとしますし、くるみの食感、そしてこのとろっとした柔らかいお餅で、しっかりと一つまとまった和菓子という感じです。美味しいです。切ってみましょう。はい、こんな感じですね。しっかり栗が入っているイメージです。ちなみにこちらは30秒ほどレンジで温めてから1分半ぐらいトーストしました。よし、じゃあいただきます。ちょっと崩れちゃいましたけれども、まずこの栗のペーストの部分、私いただきます。美味しい。特に温め直したからかこのマーガリンの味がしっかり効いてますね。久々にマーガリン食べましたけども、美味しいです。今食べたとこは焼いたとこのちょっと表面がパリッとした感じがして美味しいですね。リベイクして食べるのもおすすめです。結構な甘さがあるので、甘いのが苦手な方はこの大きさでも一つで十分かもしれませんね。ちょっと買ってきて数日経ってるんですけど冷凍しておきました。後で温め直して食べたいと思います。こちらは予約をすると箱代が無料になるということで、
朝電話して、1つ100円ですかね、箱代が本当はかかるんですけれども、こちらを予約特典で無料でいただきました。5つ買ってきました。で見た目ちょっと切っちゃいましたけど、こんな感じのたい焼きで切ると粒あんがぎっちりですね。尻尾の方もしっかりとはみ出すぐらいに入ってます。さあこちら食べログで、東京都たい焼きで調べましたら2位で、すごい高評価のたい焼きです。じゃあいただきます。こちらも原材料名とちょっと分かりませんけれども、しっかりと小豆本来の味がします。でこの皮ですね、たい焼きの皮がしっかりと歯ごたえがあるというか、もっともしかして焼くとパリッとするかもしれませんけれども、今日は30秒温めて1分ほどトースターでリベイクしました。やっぱ美味しいですね。評判が高いのは納得のたい焼きです。それと甘さ的には割と甘い方かもしれません。今日はあんこの入ったお菓子をたくさんいただきましたけども、その中でもこの青野さんの大福に次ぐ甘さかもしれません。でも美味しいです。これで、全種類半分いただきました。結構あんこを連続で食べると満足感すごいですね。この、残り半分も食べたいと思いますけれども、そうですね、一番感動したのはどれですかね。やっぱりこの荻野さんのどら焼きもそうですけども、岡野栄泉さんのこの優しい甘さの大福とどら焼き、こちらも美味しかったですね。それとこの柊さんの、たい焼きですね。この辺りが、私が今食べ比べをして、美味しいなと思った和菓子になります。青野さんもすごく老舗のお店で、非常に美味しかったので、今日ご紹介したこの東京土産4選、ぜひ食べ比べして、いただければと思います。はい、じゃあ残りいただいていきます。はい、ということで今日は、東京土産、和菓子4選ということで、虎ノ門の岡野栄泉さん、赤坂青野さん、そして虎ノ門ヒルズの、赤坂荻野和漢さん、そして恵比寿の柊さん、この4つの和菓子屋さんで、いろんな和菓子をお土産に買ってきていました。どのお店の和菓子もとっても美味しかったです。で少しアレンジして、食べたりしてましたけども、そのままでもすごい美味しい和菓子でした。はい、皆さんぜひ、東京に行かれた際はお買い求めいただいてみてはいかがでしょうか。はい、今日も大満足のスイーツタイムでした。はい、お腹いっぱいになりました。はい、ではごちそうさまでした。